はい、それではニューラルアンプモデラーを試してみる第3弾プロファイル作成編ということで、実際にね自分のアンプを持っている方はそれをプロファイルにすることができます。それをやってみようと思います。実際このリアンプっていう仕組みを使うんですけども、リアンプって何なのっていう話をちょっとしたいとね思います。まず、DAW ソフトウェア、ここに、ギターを録音してですね、でこの生音をまず再生しますと。でオーディオインターフェースに入って、ここからラインアウトでこのリアンプボックスっていうね、箱に入れます。これは通常のラインアウトのローインピーダンスの信号をですね、ギターと同じこのハイインピーダンスの信号に変換して、でその信号をギターのインプットに入れると、そういうことなんですね。はい、ここへ、ジャックを差し込むと。でこのアンプの特性がかかった音がまたオーディオインターフェースに戻って、そして DAW ソフトに戻ってきたこれをもう一回録音すると。これをリアンプっていう簡単に言います。はい。で私持ってないんでね、実際は本物のアンプがないんで、ちょっとこのプラグインなんですけど、サイプレス TT15 っていうこれ好きで、これもともとオレンジアンプのですねタイニーテラー、これを元に作られたそうなんで、ちょっとこれをやってみようかなと思います。はい。でこのサイプレス TT15、 これってどんな音なんかっていうことですよね。はい。これをちょっと試してみようかなと思うんですけども、このキャビネットはちょっとオフにしといて、あとはもうデフォルトのまま、はい、アウトプットはローのまま、ちょっとギター弾いてみましょう。これフロントピックアップですね。もう一回ちょっと録音。はい。ちょっとねこんな風に今録音してみましたけど、こんな音です。でですね、どうやってこれをプロファイルにするんかっていうことで、下に URL 貼ってるんでこのページに飛んでほしいんですけど、まずこの V の 111.wave、 これをダウンロードしてください。はい。この信号にですねエフェクトをかけてその特性を記録するっていうことになります。簡単に言うとね。だからまずこれが元の信号。はい。ちょっとね再生したらうるさいんで再生しませんけども、こういう信号があってですね、でこれに先ほどから紹介してますサイプレス TT15、
これを通すわけですね。はい、パワーアウトプットはローで、キャビネットはこれオフにしておきます。はい、あとはデフォルト。はい、ということでこれを通した音をですねアウトプットします。はい、まあこんな感じなんですけど、大事なことは、48kHz のモノラルの24ビット、これでレンダリングすると。はい、こんな感じで、はい、出来上がり。はい、できましたね。はい、このアンタイトルドっていう名前、これが今できて、これをもっぺんリーパーに入れてみます。はいね、で、これが上の信号をサイプレス1号ね TT1 号を通した音なんですよね。はい、でこれちょっとレベルがねちっちゃいんでノーマライズしてみましょうか。アイテム処理、はい、このノーマライズ、ピークをマイナス 0.5 デシベル、はい、まで上げましょうということですね。はい、上げましたと。はい、でこのソースのプロパティを見るとこれ大事なんですけど、このサンプル数ね859万2000かな。はい、下の方はどうでしょう。85920、一緒ですね。これで問題ない。これが揃ってないとダメなんですよ。そしたらこの今ノーマライズしたアンタイトルド、これをね24ビットですね、ここ。はい、アウトプット、48キロものは変わりません。24ビット、この3点は間違えないように。で名前をちょっとアウトプットドットウェブ、はい、これにしてください。はい、あとこれが大事になってくるんで、これで3点確認したらレンダリング。はい、はい、できましたと。はい、でそれをちょっと持ってきますね。はい、これが今レンダリングした。はい、でこれも8592000、サンプル数一緒ですね。これで OK。 はい、それではこの、ニューラルアンプモデラーのイージーモードトレーナーっていうですね、このページに飛んでいただいて、はい、でこれさっきダウンロードした元ファイルですね。シグナル、キャプチャーシグナル。はい、で今リアンプも終わった状態なんでアップロードしようということなんですね。で何をアップロードするんかっていうと、元のファイルとアウトプットファイル、この2つを、はい、アップロードすると、ここがねぐるぐる回り出して、今アップロード中です。ここが、はい、ここが完全に読み終わるまで待ってくださいね。ここね、はい、はい、この2つが完全にまず読み込まれる、アップロード完了するっていうのが大事です。今これでダウンロードアップロードが完了したんで、今度はこのステップ2のインストレーションっていうのをやります。
何が起こってるのかよく分かんないですけど、はい、なんかうまいこと言ってる感じですね。はい、17秒で一応完了と、はい、完了しました。では最後トレインステップ3トレインあれ、はい、もうここはすいません、飛ばしましょう。トレイン行きましょう。トレイン、ここもいろいろあるんですけどね、細かい設定、もうデフォルトのままでいきましょう。はい、デフォルトのままで、ここの、エポックスっていうかな、これは100で、アーキテクチャはスタンダードのまま実行ですね。実行、はい、するとなんか始まりました。はい、なんか今トレーニングが始まった模様ですね。はい、今第1段階終わって、今第2段階か。だからこれが100個あるいうことですね。100回に分けてトレーニングなんかしてるっていうことですね。で今99完成。はいはい、ちょっと今飛ばしましたけども、でここにこういうこの ESR イコール 0.002 って書いてますけど、ここの数字が小さいほど正確にキャプチャーできてるっていうことになります。はい。でそのできたファイルはどこかというと、この Exported Models、はい、ここにできてます。モデル NAM、 モデル .NAM、 はい、でこれをダウンロード、これをダウンロードしてください。はい、ダウンロード完了。はい、はい、デスクトップにモデル .nam ができてます。これがプロファイルですね。できました。さて、このプロファイルどんな音をするかっていうことですよね。もちろんサイプレスをコピーねした感じなんで、一度テストしてみましょうね。ここはこれサイプレス TT15、分かりやすいように名前つけときましょうかね。はい、名前つけました。でこれをコピー複製します、ね、全く同じ、これは生音なんですけども、でコピーした方をニューラルアンプモデラーに変更して、でさっき作ったこのねモデル .nam を読み込ましてみます。はい、これで OK ですね。はい、ちょっと下ややこしいんで、これ名前ね南無に書いておきましょう。はい、そしたら今のがサイプレスの元音ですね。でこれをミュートして今度はナム。
はい。というわけで、ほぼなんか綺麗に同じようにキャプチャーできてました。一度ね、本物のアンプ持ってる方はそれでやってみてください。ではでは、また。